はい、皆さんこんにちは。オランダ在住の俊吾です。僕たち今オランダに来てから2週間経つんですけど、オランダでの家探しがもうめちゃくちゃ大変なので、今日はオランダの家探しについてお話ししたいと思います。海外生活、海外移住とか、オランダワーホリに興味のある方はぜひ最後まで見てください。そもそも日本にいる時からオランダの家探しについていろいろ調べてたんだよね。そしたらオランダの家探しっていうのがもう大変すぎるみたいな情報がたくさんあったね。ありましたね。僕たちはオランダ来る前にカナダにも2年間住んでた経験があって、カナダの家探しもすごい大変だったので、なんとなく海外での家探しの大変さっていうのは想像してたんですけど、想像をはるかに超えてオランダの家探しは大変だったね。めちゃくちゃ大変。はい。大変っていうことは家が見つかんないっていうことなんですけど、なんでそういうことが起きているかというと、いくつか理由があるんですけど、まず一つ目に土地が少ないけども人口は増えてるっていうことで、オランダって国土がちっちゃい上に自然保護エリアとか農地とかも多いので、家が建てられる場所がそもそも限られてると。でも移民とか学生とか働きに来る人とかがどんどん増えてきて、人口は増えているので、需要に対しての供給が追いついてない。で、オランダって日本の九州とほぼ同じような土地面積らしいんですけど、九州と沖縄を合わせて人口は1300万人なのに対して、オランダの人口は2025年現在で約1800万人ということで、人口密度が高いということがわかります。2つ目の理由が建築スピードが遅い。法律とか手続きとかがめちゃくちゃ細かいらしくて、家を建てる許可が出るまでに時間がかかる。しかも環境配慮とかエネルギー効率のルールも厳しいので、家をすぐ建てるっていうのが難しいらしいですね。環境ルールを守りながら家を建てるイコール時間とコストの両方がかかるということです。他にも理由はいくつかあるんですけど、主な理由は今の2つで、今すでにある物件をみんなで奪い合っているっていうのがオランダの家探しを難しくしている理由、原因みたいですね。ただ人口が増えているっていう意味ではカナダも同じだったと思うんだけど、実際どう？カナダよりオランダの方が大変。全然？全然。オランダの方がきつい。じゃあここでは簡単にカナダの家探しとオランダの家探しをちょっと比較してみようと思うんですけど、カナダの場合は物件のサイト毎日見てても新しい物件がよく出るよね。出る。なんか来る人も多いけど、出ていく人も多いみたいなのがカナダのイメージ。毎月誰かが来て、毎月誰かは出ていくサイクルがある。人が流動的なので空き物件の数も頻繁に出るんですけど、一方のオランダは毎日その物件サイトを見てても全然新しい物件、空き物件は増えないよね。増えない。一緒。ずっと一緒。2、3日に1件2件出るとかかな。で、あとはカナダはオーナーに連絡をすれば何件か内見に行くことができたんですけど、オランダは連絡をしてもそもそも内見にすらたどり着けない。それぐらいオランダっていうのは家探しが厳しいような状況なんですけど、実際に僕たちが使っている家探しのツール、サイト、プラットフォームを紹介したいと思います。これもオランダでの初めての経験なんですけど、そもそも有料のものと無料のものに分かれます。まずは有料のものからなんですけど、一つ目はカマーネットって呼ばれるサイトです。これ結構オランダの家探しでは主流のサイトで、物件の数は結構多いんだけど、競争率は割と高いよね。無料でも一応使うことはできて、物件を見たりとかはできるんですけど、オーナーへの直接の連絡をするってなると、有料登録をしていないといけません。で、その登録料っていうのがだいたい20ユーロぐらい。で、有料2つ目は、ホーランド2ステイって呼ばれるもので、これは割と新しいスタジオとかアパートとかが多めなんですけど、このサイトの面白いところは、そのいくつかの物件の中でも人気の物件は先着順とかじゃなくて、抽選で住む人を決めるっていうのがルールになってます。なんか1週間に1回とか希望のやつに入れれるんだよね。そう、1週間に1回確かその抽選にリスト入りというか応募することができて、もし当たったら内見行ってみたいな、そう手続きが進むんですけど、家を探すのに課金するのもどうなのってちょっと思う方も多いと思うんですけど、日本とかカナダではそんなことしなかったもんね。しなかったね。確かにオランダに来て初めてだよね。ただ信頼性のあるサイトだし、競争率的に惜しむような金額ではないのかなと思って僕たちは利用してます。一方で無料で使える家探しのサイトっていうのもあって、僕たちが実際に使ってるのはフンダと
マーケットプレイスと、オランダ在住の日本人の方が運営しているオランダ掲示板。この3つですね。なので、有料の2つと、無料の3つ合わせて5個サイトを使って家探しの情報を日々チェックしています。家を見つからないのは、あなたたちちょっと条件こだわりすぎなんじゃないって思ってる方もいるかもしれないんですけど、実際僕たちが絞ってる条件っていうのをちょっと紹介したいと思います。全部で6つあるんですけど、まず1つ目はプライベートであること。シェアハウスではなくて、僕ら2人でプライベートの空間で住めるお家っていうのを探しています。日本でいう 1K みたいなスタジオと呼ばれるものだったりとか、そこに寝室がついてるワンベッドルームみたいなところとかを探しています。2つ目の条件が住民登録可能であること。オランダでは銀行口座を開いたりとか、保険に加入したりとか、オランダ現地で働くときに、日本でいうマイナンバーカード、BSN と呼ばれるものが必要になるんですけど、その BSN を取得するために、住民登録をしないといけないんだよね。そこれ結構ややこしいんですけど。難しい。なんか独特の。BSN とかの話はね、また別の動画で紹介できればなと思うんですけど、なので、住民登録ができるお家。物件の中では、住民登録はできないけど、部屋の空きはありますみたいなやつもサイトには載ってるよね。ある。そう、だから家によって住民登録できる家とできない家、両方あるので、その中でも住民登録ができるお家に絞って探してます。3つ目の条件が家賃ですね。2人でこれぐらいなら出していいよね、出せるよねっていう家賃を決めています。4つ目の条件が立地ですね。治安だったりとか、大都市から1時間圏内の範囲とか、家の近くにスーパーがあるかどうかとか。で、5つ目の条件が家具付き。最悪なくてもいいかなと思ったんですけど、なるべく家具が付いてるタイプのお家を探しています。最後6つ目の条件が清潔感。ボロボロじゃなければ。それはそこまでね、新築にこだわってるわけではない。ないけれども、この合計6つの条件で僕たちは家を探してます。今僕たちはオランダでのワーホリビザを申請中で、収入はですね、日本のクライアントさんからの日本円での収入になるので、円安のダメージっていうのが今のところかなり大きくて、日々上がってるよね。上がってる。ユーロ。めちゃくちゃ上がってます。円安だよね。なので結構そのダメージはあるんですけど、ユーロでお給料をもらえるようになれば、少しこのお家の選択肢、条件っていうのも変わってくるのかな。バジェットが増えるからね。そう、幅広くなるよね。と思ってます。で、今実際に言った条件に沿っていろいろ物件を見ていって、内見行きたいなと思ったお家に関してはオーナーに内見希望のメールを送るようにしていて、大体の感覚だと送った数のうち半分ぐらい 50% ぐらいは返事自体は返ってくるよね。返事自体は返ってくるんですけど、返ってきた返事のうちの9割ぐらいはもう他の人で決まっちゃったので、他当たってくださいみたいな、お見送りメールみたいなものがほとんどだよね。内見が満員なので、内見のウェイティングリストに入りますか？あったね。っていう謎のメールも謎のメールもありました。内見待ちのメール。そう、9割ぐらいはね、そういった返信内容で、残りは割と詐欺っぽい内容の返事とかもあります。なのでかなりオランダの家探しは厳しいですね。今のところ。今、ちょっと詐欺のお話したんですけど、これから海外で家探しをしようと思っている方は、詐欺には要注意です。僕たちが経験したわけじゃないんですけど、よくあるのはデポジットを払わないと内見に行けないとか、存在しない物件を載せて人気だから早く抑えるためにデポジットを払ってほしいと言われたりとか、とりあえずその契約をする前にお金を払わせようとしてくるのは高確率で詐欺なので注意をしてください。物件不足なのでオランダは焦る気持ち、流行る気持ちもすごくよくわかるんですけど、ここは騙されないように細心の注意を払いながらオランダの家探しをしてほしいなと思います。はい、ということで最後になりますが、オランダの家探しは難しいって言ってるのは僕らみたいな外国人だけじゃなくて、オランダ人でさえも家探しが難しいって言ってるよね。言ってるみんな。みんなね、言ってるんですけれども、僕たちも知り合いから家決まるまで1ヶ月とか1ヶ月半とかそれ以上かかるかもよって言われてたんですけど、僕たちは前回の動画で紹介したワークアウェイっていうウェブサイトを使ってオランダに来てからの1ヶ月の滞在費を実質無料で今滞在しています。そのおかげで焦りすぎずにお家探し、家探しをすることができているので、ワークアウェイについて興味のある方はぜひそっちの動画も見てみてください。
そのうちですね、お家が見つかったよという報告もぜひ YouTube でしたいなと思っていますし、このチャンネルではオランダワーホリとか海外生活、海外移住の情報をどんどん動画として発信していきたいなと思っているので、気になる方、ぜひチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ドゥイーン。